こんばんは、不動産投資家のモフです。今日は、戸建て買うときにどういったところを見るかっていうのを、解説します。で、どういった人を対象にしているかっていうと、これから自宅をですね、買おうとしている人ですね、戸建て。中古で買うときに中古の方が安いので、中古を探されている方もいるんですけれども、どういったところを、不動産投資家が見てるかっていうのを、解説します。で、安く買ってもいいんですけども、その後思わぬリフォームが発生してしまったりだとか、そうするとせっかく安く買っても儲からないっていうことがあるので、その安く買うのを見極めるってことが重要です。あと、不動産投資家としても戸建て買う人もいらっしゃると思うんですけども、そういう投資物件としての目線、両方ですね。いずれにしろ戸建て、いかに安く買って安く直して住むかっていうので、幸せな人生を送れるっていう、自分の実家としてもそうですし、人に貸してもやっぱいいものはいいっていうことがあるので、そういった風にしています。自分今まで戸建てを2つ買ってきてて、1つは築50年ぐらいのボロボロのやつ買って、190万ぐらいで買って直して450万ぐらいで売ったりとか、あと築23年ぐらいの戸建てを450で買って、でこれは業者さんですね、業者が750で買ってきましたね。そういう感じで安く買ってますね。で業者さんは多分150万とか200万ぐらいで直して最後1250万で売り抜けてましたね。そういう感じで戸建て安くやって安く直して、業者さんにも買ってもらえるような価格で、買ってるんですけども、なかなか安いのを探すっていうのは難しいんですが、どういったところを見てるかっていうのを、説明します。で本当にやっぱ一番気をつけなきゃいけないところとしては、中古は安いけどやっぱ壊れないかどうかってですね。せっかく、安物買いの銭打ち代みたいなこともあるので、本当に住んで大丈夫か、そういったものを、気にしないといけないと。あとリフォームですね、費用どれぐらいかかるのとか、そういったところをよく見ておかないと、買った後いくら安く買っても想像以上にお金かかってしまったってなってしまうと、やっぱ本末転倒になってしまうので、なるべくこういったところを、お金かかるんで気をつけましょうっていうような内容ですね。でも最初に、一番重要なのはやっぱり立地なんですよね、不動産は。なので、自宅を選ぶ場合は本当にその地域が、治安がいいかだとか、あと環境がいいかですね、騒音がないかとか隣人がとか自治会がどうこうとか、そういったことがないのかっていうのをよく調べておかないといけないです。でも仮にもしやっぱ気に入らないとか、通勤が遠くて大変だってなっちゃうと、やっぱそれはすぐに立地は変えれないので、どうにでもならないですよね。で例えば部屋がちょっと汚いとか、お風呂が気に入らないとかあったらリフォームお金で解決することはできるんですけれども、その立地に関して言うともう本当にどうすることもできないです。あと、土地ですね。土地として最後は土地の価値っていうのは結構重要になってくるので、そこは本当に価値ある土地なのかっていうのも重要ですと。なのでよく見ていただいて、小学校から通いにくいかどうかとか、治安がいいか、そういったことをよく見ておいた方が、後々後悔しないですし、いい家になると思います。で土地でこういう旗竿地っていうんですけども、ここが道路でこう細い道があって、ここに建物が建ってるみたいな旗みたいな形をしてるんで旗竿っていうんですけども、そういう土地だと意外と安くは売ってるんですけれども、売却しにくかったりだとか、銀行の評価があんまり出ないっていうことがあったりとかするので、投資向けとして買う場合はちょっと注意が必要です。価格が安くなっちゃうって。自宅として買うんだったら、隠れ家感的なのが流行ってるとかって言ったりする方もいて、ここに車止めておくとこう中にあるから表から見えなくから、いいですよっていう人も中にはいらっしゃると思うので、そういう層にはすごいいいと思います。ここにこう家建ってるんで、全面全部家があってここだけ道路みたいな、そういう感じですね。その旗竿に建てるっていうのも、ありかもしれないです。であと重要なこととしては貸担保責任っていうのがあります。で何かっていうと、貸しって何かっていうと、売り主とかが知らない隠れた不具合のことを貸しって言ってて、それが、貸担保責任っていうのは、それが仮に見つかった場合に売り主さんに、保証してもらうっていうような、制度になってます。なので、もし戸建て自宅として買う場合は、貸担保責任ありの方が、安全ですと。例えば買って、気がつかなかったけど半年後とかに、床がペコペコ実はしてて、床剥がしてみるとシリアルに食われまくってたとかってなったりすると、貸担保責任で直してもらったり売り主さんの責任で直してもらったりっていうことができます。
なので貸担保責任、期限1年とか2年とか区切ってあるんですけれども、貸担保責任は自宅として、一般の方が買う場合はやっておいた方がいいです。で逆に不動産投資家の場合は、貸担保責任なしでできるだけ安く買う、貸担保責任ない方がやっぱ安いですよ。古いやつで何が起こってるかわからないみたいなやつの方が安く買えるんで、貸担保面積でいいんで安く、売ってくださいみたいな形を取る場合が多いですね。僕だからいつも貸担保つけてない場合がほとんどですね。なので何かあったら自分で責任取って、リフォームするなりなんなり、そのためにはより不動産家の目利きっていうのが重要になってくるんで、自信がないと、普通の方は絶対貸担保つけた方がいいですね。はい。であとお金かかるところ、リフォームどこの辺がお金かかるかっていうで、お金かかるところはやっぱ見ていった方がいいんですけども、まず外壁塗装って結構やっぱ100万とか200万ぐらいするんですよね。特に足場組んだりとか塗装、何の塗料を使うかによっても違うんですけれども、塗装は結構高いです。で、見なきゃいけないところとしては、チョーキングって言ってここにちょっと手があるんですけど、こう表面をピッとやってチョークの粉がついたみたいに、指の先につくと、それはもう塗料は劣化して粉吹いてるような状態になってるんですね。なのでその防水性能であったりだとかちゃんと、被膜としてその建物を守るっていう効果がほとんどなくなっているので、チョーキングしてれば大体その塗装のサインっていうふうには言われてます。なので、表面こうピッとなぞってみてこう白い塗料がつかないかどうかっていうのは、事前に確認しておいた方がいいです。もしついてるんだったら塗装が、近いうちに必要になる。チョーキングしてでもほっとく人はいるんですけども、それはそれで投資家投資の戦略でなるべくごまかしつつ使うっていうのもありだと思うので、それは人によって違いますね。ただチョーキングしていれば、外壁塗装近いうちに必要になってくると、下手したらそこから塗料取れて木がむき出しになってやられたりとか、雨で雨漏りっていう風になったりするんで、そののは必要です。大体10年とか15年ぐらいですかね、塗料。塗料の種類によって違うんですけども、でまたその価格とかも大体どれぐらいですかね。本当戸建てだったら100万ぐらいはするんじゃないですかね、全部塗ったりすると。でそれも塗料もシリコン系とかアクリル系とかウレタン系とかいろいろあって、大体シリコン使うのが多いんですけども、安くしたかったらアクリルをさらっと塗るとか、いろいろテクニックありますね。なので外壁塗装が必要そうかどうかっていうのはちょっと見といた方がいいですね。あとお金かかることとしては、シロアリが結構木食うんで、柱が基礎がやられてたりとかすると結構大きなお金かかっちゃいます。で、シロアリはどこから来るかって、これシットってサイトから持ってきたんですけども、木の根とかわかんないですけど、土からこう下からこう来るんで、大体床下を見るっていうのが普通ですね。はい。なんか変なのがある。なので1階とか注意で、下を見ないといけないですと。はい。で、畳を剥がしたり、勝手に剥がすと怒られるんで、仲介業者さんとかに古いやつですよ、畳めくってみたりとか、あと台所とかにある床下収納ですかね、なんかこう、そこをパコッと外すとそのまま下がガバッと見れたりするんで、こう覗き込んで見たりとかしますね。でどこ見るかっていうと、湿気を好むんで、なんかもわっと湿度が上がってこないかだとか、あと偽道って言ってシロアリの道とかでこう分かりますかね、この矢印書いてあるんですけども、ちょっとブログの方にコメント欄のところに記事載っけとくんで、それ先見てもらえばいいんですけど、こう偽道ってあるんですよね。これをこの中あり通るんで、こういうのがあったりとかするとやばいですね。で食ってたりとか、ちょっと浮いちゃってますよね。で、最近の建物はここは砂利じゃなくってこうコンクリートで基礎を作ってたりとかするんで、シロアリ入りにくい構造にはなってるんですけども、古いやつですね、築2、30年ぐらいのやつはもうこう砂利だったり土だったりするんで、僕買った築55年のやつはもうこの基礎もコンクリートじゃなくて、なんか漬物石みたいなの上に漬物石の上にこう木が乗っててよくこんなんでいけるなと昔ながらの高校のやつはやばいですねなんだこの漬物石はと。で地震とかでちょっとずれるとこう木をずれてたりとかするんですよね。そういう感じにもなったりするんで、意外と下は見といた方がいいですね。なので湿気がないか、シロアリいないかっていうんで、大体見るのはもう食った後のやつはよく見ますね。家古いやつはシロアリいたけどもうシロアリすら住まないみたいな食い散らかした後みたいな感じがよくあるんですね。
あと傾きに注意ってことで、傾いてたら結構金かかるんですよ。でまあ平行感覚狂うんで気持ち悪くなったりとか酔ったりとかするんで、傾きは注意ですね。まあ、ビー玉転がす人もいれば、なんか水平のこう泡の水平出しのやつですね、4軸3軸ぐらいのやつでこう傾いてなんか見たりとかっていうのがありますね。まあ、今傾いてた地盤がとかでいろいろあるんで、見送っといた方がいいですね。中にはその傾いてたらジャッキでこう持ち上げて無理やり、木造だったら軽いってジャッキで持ち上げられるんですよね。だからそこにもうかまして平行出ししたりとか、逆になんちゃって対策でこう床の方を直して無理やり合わせるみたいな、なんかトリックハウスみたいなことやってうまいことやってる人がいますね。直せる自信があればいいですけど、普通僕も手出さないで傾いてたら、はい、要注意です。金かかりますと。であと雨漏りも結構金かかるんで、木造だったら比較的まだ直しやすいかもしれないですけど、雨漏りも要注意ですね。でよく見なきゃいけないのはやっぱこう天井ですね。天井を見て、こうなんかシミみたいな跡が残るんですよ。雨がこうポタポタなると。なのでやっぱ天井は全部見た方がいいですね。で1階とかでも天井その軒下との接合部から入ったりだとか、いろんなところって水ってくるんで、2階だけっていうか最上階だけじゃなくって全て家雨漏りないかって見た方がいいですね。で僕は押し入れとかも全部見ますね。押し入れ収納ですね、クローゼットの中だと天袋なんかこう上見て、その雨漏りみたいななんかこうどうなってるかっていうのも照らしたりとかして、屋根裏部屋っていうか屋根裏もこう押し入れの上の天袋入ってみますね。見たところで中って分かんないですけど、なんか湿気でないかだとか、木が腐ってないかだとか、そういう違和感なんかおかしなとこないかなっていうのは見たりしますね。でこれ僕失敗したパターンなんですけども、これトイレのこう壁紙がこれ買った物件なんですけども、トイレのところが壁がこうめくれてて、これ僕、不動産投資始めて3ヶ月ぐらいで買った物件なんですけども、なんかカビてるなって、なんか壁紙めくれてるなぐらいだったんですけども、これ実は後からリフォーム業者さんに教えてもらったんですけど、これは雨漏りの後で、こういうこう屋根の角から入ってきて壁紙がやられてこうめくれ上がってカビるみたいなパターンの雨漏り、こういうのもありましたね。はい、これ僕気づかなかった。買った後に気がついたんで失敗しましたね。安く直せたんでいいですけども、こういう感じで壁とか結構カビとかがあったりすると結構雨漏りの可能性があるで要注意です。で、あと内装や水回りとかなんですけれども、トイレとかお風呂とかがやっぱ高額になりますと、内装に関しては。なのでやっぱりその水回りですね、よく見た方がいいです。でトイレとかやっぱ汲み取りとかから水洗に変えるとやっぱ100万近くしちゃうんで、それを見込んでも自分が住む家としてリフォーム代出せるかどうかですよね。あとどうしてもやっぱ女性だとやっぱキッチンっていうのはやっぱ重要だと思うんで、そのシステムキッチンいいの入れたいってなると軽く100万とか200万とか吹っ飛ぶんで、そのキッチンをどうするかですね。不動産投資家買う場合はなんか公団キッチンって言って、3万ぐらいでポンとぶっ込んどくんですけども、やっぱ自宅として使うんだったらシステムおしゃれなシステムキッチンがとかって言うとやっぱキッチンはお金かかっちゃいますと。あとお風呂とかもユニットバスみたいな形にすると、すごいやっぱ100万近くかかっちゃうっていうのがあるんで、お風呂も丸ごと変えるってなるとすごいお金かかるっていうんで、水回りですね結構お金かかるんで僕は結構気にしてますね。なるべくそのまま使わないと投資向けとしてはやっぱ合わない場合が多いので、注意が必要ですと。リフォームってやればやるほどものすごい金額になっちゃうんで、よく考えてやった方がいいですね。はい。っていうことで、戸建てを買う場合のチェックポイント、なんか初めてなんか不動産の話したような気がするんですけど、実際の今までなんか概念的なのが多かったんですけども、実際買う場合としてはやっぱ立地変えられないんで、そこはもう納得いくところを戸建て買う場合は選んだ方がいいですね。投資向けで割り切って買う場合は全然いいですけども、自宅として買うんだったらやっぱ立地ですね、治安がとかっていうのは、変えれないのでよく見ておいた方がいいです。あと貸し担保は、こ
個人でその自宅として買うんだったらつけといた方が安心ですね。逆に貸し担保面積だと何が起こっても自分でやらなきゃいけないので、そこは要注意ですと。あとお金がかかる箇所っていうのは、さっき出てきたんですけれども、外壁塗装だとかシロアリですね、あと雨漏りとか、水回り、あと傾いてないか、その辺見ておけば、お金かかるところとしては戸建てに関しては、大丈夫だと思います。あと壁紙貼るとか床のフローリングにするとかっていうのは、そこまで他の今日紹介したのに関してよりかはやっぱ安い傾向あるので、そんなに気にはしないですね。普通にやって普通に直せばいいかなっていうふうに考えてますね。そんなにぼったくりでもいなかったりするんで、はい。なので、気に入った家がですね、購入安く買えて、いいような、生活を送れればいいと思ってます。はい。今日は、以上です。LINE アットですね、登録していただければ不動産投資の内容を説明しています。あと、YouTube いいね、高評価もらえると嬉しいです。あとコメントお待ちしてます。あと Twitter ですね、フォローしてもらえれば、嬉しいです。どうもありがとうございました。